日はナスと豚肉の生姜焼きを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はナスと豚肉の生姜焼きを作りたいと思います。はい、ということで今回はトロトロナスで豚の旨味がたっぷりな美味しい生姜焼きを作っていきます。ご飯が進むとても美味しい一品です。材料も手軽なもので簡単に作ることができます。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。豚ロースの切り落とし、ナス、玉ねぎ、おろし生姜、お醤油、料理酒、お砂糖、みりん、お水、薄力粉、塩、胡椒、サラダ油。今回はこちらの材料で作っていきます。まずお肉なんですが、今回は豚肩ロースの切り落としを使っていきます。こちらはですね、豚バラ肉とか、あと細切れ肉とかね、お好みのお肉を使っていただいて OK です。そしてナスですね。ナスは今回3本使っていきます。グラムで言うとね、だいたい 250g になります。こちらは目安にしてください。なので大きめのものに関しましては2本ぐらいでちょうどいいかなと思います。そしてあとは調味料ですね。こちら少し量は多いんですけれども、どれも手軽なもので作ることができます。そして生姜につきましては、今回チューブのすりおろし生姜を使っていきます。こちらはもちろんね、生のすりおろし生姜を使っていただいて OK です。それでは早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずナスから切っていきます。最初にナスのヘタを切り落とします。切り落としたら今回ナスは縦にスライスします。まずね、半分に切ります。あとはだいたい1センチぐらいの厚みになるように切ってください。この時ね、手を怪我しないようにだけ十分に注意してください。はい、こんな感じです。だいたいナス1つで4枚から6枚ぐらいにスライスできると思います。そして切ったナスはこのように水に浸しておきましょう。それでは残りも同じように切っていきます。はい、こんな感じで切り終わりました。全部ね、このように水に浸してください。ナスの切り方なんですが、このように縦にスライスしていただくことでとても食べ応えがあって、かつナスも柔らかくて味も染みやすくなります。では続いて玉ねぎです。玉ねぎはですね、繊維を断ち切るようにだいたい 7mm から 1cm 幅で切っていきます。そして玉ねぎをね、ばらつかせておきます。こうやってね、玉ねぎも繊維を断ち切るように切っていただくと、玉ねぎのシャキシャキっとした食感を楽しめます。あとね、味も馴染みやすくなります。 OK です。玉ねぎはこのようにばらつかせておいてください。続いてお肉です。お肉はね、今回切り落としなので形とかバラバラです。なのでお肉はですね、食べやすい大きさに適当に切りましょう。こういうのとかね、結構こうやって固まってるので手で広げて、そして切りましょう。では残りも同じように切っていきます。はい、お肉はこれで OK です。そしたらここにですね、塩コショウで軽く下味をつけてください。あとはね、お肉に薄力粉をふるっていきます。そうするとお肉の肉汁を閉じ込めることができて、とてもジューシーな仕上がりになります。はい、お肉の準備はこれで OK です。それでは続いて生姜焼きのタレを合わせておきましょう。まずお水、お醤油、料理酒、みりん、お砂糖、そしておろし生姜を入れます。これをよく混ぜましょう。はい、お砂糖のシャリッという感じがなくなれば OK です。それではね、ナスから焼いていきます。まずフライパンにサラダ油です。火にかけます。一度ね、フライパン全体に油を回します。油が回ったらここにナスを並べていきます。やけどしないようにね、注意してください。火加減は中火です。こういうね、皮がついてる部分は皮目を下にして焼いていってください。ではこのままね、両面焼いていきます。火加減はね、そのまま中火で OK です。はい、でいい感じに焼き色がついてきたら裏返していきます。よいしょ。はい、でこのようにね、片面も焼き色がつくまで焼いてください。はい、そして片面も焼き色がついたら一旦火を止めます。そしてこちらのナスはね、一度取り出してください。はい、こんな感じです。こちらを使うまで一旦このままバットに開けておきます。では続いて豚肉とあとは玉ねぎを炒めていきます。フライパンね、今ちょっと熱い状態なんですが、ここにね、サラダ油ほんの少しだけ入れます。はい、
で回します。まだ火にかけてない状態です。そしてね、お肉を並べていきます。できるだけね、ちょっとほぐしながら入れるようにしてください。はい、でお肉を全部入れたら火にかけます。火加減は中火から弱めの中火です。そしてさっとね、お肉に火を通します。お箸で少しほぐしながらね、炒めます。半分ぐらい火が入ったら玉ねぎを加えます。そして玉ねぎも一緒に炒めていきます。このようにお肉の肉汁をね、玉ねぎに染み込ませながら一緒に炒めていきます。はい、 OK です。お肉にも火が通って玉ねぎがしんなりするまで炒めてください。そしたら一旦火を止めます。そしてこちら先ほどのナスを入れます。よいしょ。さっとね、まずこれだけ絡めます。ナスにもね、お肉の旨味を染み込ませます。そして最後つけだれを回し入れてください。そして火にかけます。火加減中火で最後は煮絡めましょう。はい、 OK です。このようにとろっととろみがついて、きちんとねタレが煮込まれば OK です。それでは盛りたいと思います。はい、これでナスと豚肉の生姜焼きの完成です。こんな感じに仕上がりました。こんな感じでナスはトロトロに仕上がってます。お肉にもしっかりね味が染み込んで美味しそうに仕上がりました。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。本当にすごく美味しいです。ナスはトロトロですし、お肉も柔らかくて、生姜焼きのつけだれがしっかり絡んでるので、とっても美味しく仕上がってます。ナスにも豚の旨味がしっかり染み込んでますね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のナスと豚肉の生姜焼きのポイントです。まず豚肉なんですが、今回は豚肩ロースの切り落としを使いました。こちらはですね、お好みのお肉を使って作ってみてください。そしてナスですね、今回ナスは縦切りにしました。そうすることで全体に味が馴染みやすくなって、かつサイズも大きいのでお肉に負けないぐらいとても食べ応えがあります。あと切り口が多い分、豚肉の旨味を吸収しやすいので、とても美味しい仕上がりになります。そして切ったナスなんですけれども、こちら切った後は水に浸してアク抜きをしてください。さらに変色も防ぐことができます。あとはもうナスを焼いて、その後お肉と玉ねぎを炒めて、そしてナスを戻し入れてタレを絡めるだけなのでとても簡単です。このお肉を炒める時なんですけれども、お肉はギュッと縮こまらないようにお箸でほぐしながら炒めてみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はナスと豚肉の生姜焼きを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。